はい、サフスのね太もものとこですね。これ昨日夜作ってね接着しておきました。なんか流し込み接着剤の効果時間を見たらなんか24時間ぐらい置けって書いてあってね、なんか自分はもっととっとと作っちゃってましたけども、それぐらい待った方が完全効果になるということみたいですね。はい、こんな感じで、またパテなしでね合わせ目消しをしようと思っていますので、また接着剤をブニュッとはみ出させるような形で作ってみました。はい、ここからちょっとヤスリがけしていきたいと思います。作業を終えましてね、ヤスリですね終えまして、綺麗に合わせ目がなくなったかなと思います。こんな感じですね。はい、足をどんどん作っていきます。そういえばあれだね、単速化するの忘れちゃったね。もう今回はもうドノーマルで仕上げたいと思います。足の方の接着しましたんでね、ここのまた合わせ目消しを、しっかり接着できてますね。やっぱ一晩くらい置いた方が接着剤いいんだね。なんか結構ご飯食べる前にペペッと塗ってすぐ作業しちゃったりするんですけど、やっぱりがっちり止めるには一晩ぐらい寝かした方がいいみたいですね。はい、じゃあちょっとヤスリをかけていきたいと思います。足の方がねだいたい作り終えたんで、今度腕の方をね作っていきたいと思います。腕はね好きなパーツではあるんですけど、この葉巻型のね腕の部分とか、あと手ね、指ね、これが結構細かいんで、マシーネにしてはこの辺をじっくりやっていきたいと思います。腕のパーツをね作ってたんですけれども、上腕のここがねどうしてもはまんないんですよね。なんだろう、ポリキャップ塗装したせいでポリキャップが太っちゃったからなのかな。今までこんなことなかったんですけどね、なんかこっち入ってますでしょ。でこっちがね隙間が結構空いちゃってんですよね。でこっから見るとねそんなにあと差し込み幅ないんだよね。なんだろう、結構力任せに押してもね入んないんすよ。なんだろう、なんでかな。今までこんなことなかったのにな。なんだろう、なんか間違えてんのかな、わかんないな。でないだろうと思って、ちょっとみんな困ってねえかなと思ってネットで検索したんですけどね、特に出てこなかったんで、みんなうまくできてんだろうな、やってんだろうな。なんかうまくいかないんで、ここはしょうがない。もう後日パテで固めます。ここはパテ使わないでいきたかったんですけどね、しょうがないですね。なんだろう、ポリキャップが多少太ってるのはあると思うんですけど、それでもこんなにね硬くないと思うんだけど、なんだろう、ちょっとわかんないです。はい、ちょっとこんな感じです。この間ですねポリキャップを先に塗装してしまいまして、ポリキャップがね太っちゃってうまくつけられなかった上腕の部分のパーツですね。あれからですね光効果パテを使って隙間を埋めましたんで、これからヤスリで削って成形していきたいと思います。今電動ヤスリでパテのとこを削ってねだいたい形になったので、これからちょっと手でヤスってもうちょっと細かいところを直していきたいと思います。はい、ヤスリだいたい成形終わりましたね。こっち側はねそんなでもないんですけども、こっち側は結構こう見てもらうとなんですかね、隙間にパテがかなり必要だったという感じですね。なんか象眼細工みたいになって、これはこれで楽しい作業でしたけども、はい、一応こんな感じでできまして、肘も一応、動く感じで仕上げられました。よかったです。それからもう一つ腕のパーツですね。葉巻型って言われてる前腕って言ったらいいんですかね、部分のね、普通ここ結構まっすぐなラインシルエットなんですけど、この A8R8 はねこの葉巻型っていうんですかね、これがねちょっと僕も分かってないところあるんですけど、これのパーツがあります。これをねまた接着剤で留めてありますので、ここの合わせ目をヤスリで削っていきたいと思います。
合わせ目の方を消しましたけれどもね、また例によってここの部分にモールド筋があるんですけれども、ここがねまたしっかり浅く埋まってしまいましたんで、ここをちょっと掘り起こす作業をしたいと思います。上腕のねところの、モールドを掘り起こしましてね、合わせ目も消して結構綺麗にできたんで、ここはこれで OK にしたいと思います。であと足のパーツね、ここ、やっぱり合わせ目がありますんでね、ここをちょっとヤスリで消していきます。こっちもですね、はい、順番にやっていきたいと思います。ラクーンね、大体パーツの組み立てができました。結構ねパーツが余ってますけれども、出来上がったっちゅうことでちょっと組み立てていきたいと思います。 A8R8 とうとう形になりますね。ちょっとだけ待っててください。はい、今組み上げます。はい、A8R8 ですね、組み立てできました。そうですね、素組みっていう状態で足の単足化もしてないので、本当に超ノーマルで作った形ですね。何にも何ですか、キットのまんま本当そのまま作ったっていう形で、あとこの棒を持たせるのが意外と大変でしたね。この手首が結構外れちゃってね、それは大変でしたね。あとはもう走行がねこう組み上がってる形で、あとパイプはこれから後でちょっとつけようと思っていますけれども、とりあえずは完成っていう形でいいのかな、素組みという意味ではね。あと悲しいことにね、ここのお尻のとこのこの排気口みたいなパーツがあるんですけど、これを紛失してしまいまして、どっか行っちゃいましたんで、なんか考えなきゃいけないなと思っております。なくてもいいかもしれない。見えないからね、どうせね。なんかくっつけて、後でやろうかなとは思ってますけれども。で、この後ね、ちょっと塗装に入ろうと思ってて、ポリキャップもね、一生懸命塗ったんですけれども、ちょっと、グリーン系、緑系の塗装にしようかなと今ちょっと思ってるので、オキサイドレッドかなんかで下地をサーフェイサーで作っちゃおうかなと。いわゆる補色っていうんですか、色相環でいうね。僕はその補色とかの効果をいまいちまだ僕は頭で分かってないんですけれども、緑系を使うんで、その赤系が補色になるんですか。ちょっと僕もね全然そういう勉強をしてこなかったんで全く分かってないんですけれども、ちょっと下地を作って塗ろうかなと思ってます。その前にちょっとどうかな、洗おうかね。削り粉がついてるんでね、ちょっと洗います。ちょっとその前に洗います。サーフェイサー拭きました。オキサイドレッドね拭いたんですけども、なんか今回すごいスカッと塗れたというか、なんかすごい晴れた日にやったせいなのか、なんかサーフェイサーもすごくうまく拭けたなと思って、なんかパキパキにエッジが出たまんまサーフェイサー拭けましたね。だんだんスプレーも拭き続けると少し上手くなるのかもしれないですね。であるあるですけどもね、サーフェイサー買ったと思ったら家にあったっていうね、どっちも半端に使ってるっていう、あるあるですね、これもね。はい、一応こんな感じで、じゃあちょっとねサーフェイサー拭いたんでちょっと組み上げてみたいと思います。今ねざっくりと組んでみましたけども、やっぱサーフェイサー拭くとなんかかっこいいんだよね。なんかねいいっすね。でこのオキサイドレッドのサーフェイサーなんですけど、なんとなくタミヤのはクレオスか。クレオスのやつより少し暗い色かなっていう気がしますね。茶色とまでは言いませんけどもね、なんかちょっとこう、クレオスのはもっと赤い鮮やかさがあるような感じなんですけれども、こっちのタミヤのはねちょっと暗めの感じになるかなと思います。なんか見た目はねこっちの方がかっこいい感じがしますけども、この後上に色塗っていくんで、そうするともうちょっと明るい色でもいいのかもしれないと思いますけど、やっぱりタミヤミリタリー系の色をのせるっていう考えでいるんじゃないかなと思いますね、これはね基本的には。はい、でまだね後ろのパイプとかつけてないんでね、あとあれか、この横のこの走行ね、ちょっとちっちゃいやつもちょっと試してみたいですね、これね。ちょっとそうですね、ここのパイプもつけなきゃいけないね。あれパイプも付け方ちょっと違うな。あれこんな横だったっけこれ。あれ付け方がちょっと違う気がする。気のせいかな。なんか
なんか違う気がする。はい。ちょっと気になりましたね。ここどうなってたっけ？こうなって忘れちゃった。はい、忘れちゃいました。はい。A8R8 のこのケーブルをね、つけてみました。一応ね、いつもスプリングで作ってて、スプリングもね、こうやって用意したんですけれども、もう足の短足化もしなかったし、もう今回は本当にキットをね、そのまま使う形でやってみようかなということで、ポリキャップをね、そのまま使ってみました。で、ポリキャップの方もね、どっか行っちゃったな。細いのとね、太いのがついてたんだけど、あれどっか行っちゃったな。どっか行っちゃったな。これっすね。でね、一応、マニュアルだと、この24番と27番っていうやつを、ここにつけるってなってるんですけど、ここにぶっといのがね、ついてたんで、まあ、いろんな走行も大型化してたりね、追加されたりするんで、このケーブルも太い方がいいんじゃないかなと思って、太い方をね、そのままつけることにしました。はい。まあ、キットの説明書のままではないけど、キットのままでやろうかなと。なんか、昔はこの、ケーブルのモールドもなんか、真ん中にがっつりパーティングラインが入ってたような気がするんだけど、なんか良くなってんじゃないかなっていう気がしますね、なんとなくね。昔もっとこう、結構、パーティングラインあった気がするんだけど、これなら全然使えるなと思って、このままちょっと使おうと思っています。あとね、横のね、この腰のとこのガードですね。これが、でっかいんですよね。A8R8 はね。で、ちっちゃいのもあるよっていうことで、ちょっと今付け替えてみてね、どんぐらい印象が変わるのかっていうのをね、ちょっと見比べてみようかなと思っています。まあ、こうやって見ると大型の腰の走行もっとやぼったくなるかなと思ったんだけど、全然違和感はないですね、これね。というわけで、ちょっと今付け替えてみます。ちょっとね、取り付けてみました。なんか、やっぱりボディの、あれが違うのかな、なんかあんまりうまくカチッとつかなかったですけどね、このサイドの、このガードをね、ちょっとつけてみましたけれども、ちっちゃいのはちっちゃいのでいいけど、どうかな、まあ、どっちでもいいっちゃどっちでもいいかな。でもやっぱ、でかい方がいいっすね、この横のあれもね。なんかちょっとちっちゃくなりすぎちゃうな。まあ、大きい方でいきましょう、これはね。はい、大きい方でいきます。